はい、こんにちは。合気道 F ラボです。吉田さん、はい。ちょっとご相談があるんですが、何でしょう。隅落としで飛びたい。どうぞ飛んでください。やってください。しかも連続で飛びたい。頑張ってください。しか言いようがないですよね。もう稽古ありなんでございます。一番初めに内田さんから固定返しの、飛び受けに教えていただいて、でちょっと隅落としをこう連続でやってる動画をちらっと見てですね、かっちょいいなと思いましてあれができるかなと思うんですけれども、ということで今回のテーマはこちらでございます。はい、隅落としの受け身ということでですね、先生、隅落としの受け身なので、基本通りというかって言ったらおかしいですけど、一番初めは後ろ受け身で、そうですね。やるっていうのが基本だと思うんですけど、あそこで飛ぶっていうことなんですけれども、ちょっと腑に落ちないというか、ちょっと理解しづらいのは、上から押さえつけられているので、見た目ですね、どうやって飛んでんだろうっていうのがちょっとありまして。あれはね、押さえつけられると逆に飛べないんですよね。なんつって支えてるって言ったらちょっとオーバーですけども、支えてもらってるというか、といってもその握って引っ張り上げてるわけでもないです。そうですね。受け身はまだちょっと心もとない方とか、ちょっと低い方は少しも引き上げてあげたりはしますけど、補助はしますけども、もう慣れてきたら補助はしないっていうか、そこに当ててるだけですね。はい。ではちょっとそのあたりも含めて、ご解説いただこうと思います。では動画の方をご覧ください。どうぞ。さっきちょっとこちら側の手のことを、いずれまたその隅落としの話でまたやろうかなと思ってて忘れてましたけど、こちらの方の手ですよね。また改めてやりますけど、例によってこれ、重さを使うとか、この膝の抜きを使うとか、こういうサッカーっていうか、を使うとか、ここいろいろあるんですけど、これの時はですね、個人的にはちょうど突きを入れたような。要するに、引かない。でこれ以上押しもしないじゃないですか。ここで全部の力がピタッと固まってるって、ちょうどそんな感じで出してます。で、この状態で、少し補助しますね。さっき言った。もう飛べるようになったらもうこの状態でこれに乗っていただきたいんですけど、でも今ちょっと持って引き上げます。引き上げまで入れますけど、この状態で、よいしょ。で、その時に向こうに行かない。例によって頭は自分の足元に。飛ぼうと思ってどうしても向こう行っちゃうじゃないですか。足元ですね。自分の親指の方に。もう大丈夫ですかね。もう一回行きますね。その準備をしてもらって、親指、そこに向かっていきますね。はい。よいしょ。はい。まずこれがありますね。でも先生、まだ起き上がれはい。で、ここで、今言った、飛ぼうとすると頭は向こうに行っちゃうので、例によって頭は親指のところに。あと今体を開く受け身が主流のようですけど、私らの時はへそ前に向けろって言われたので、この状態で、ちょっと一回、私が飛びます。この状態で頭から入って飛んで、もうこれが着地した時には体が起こせる。もう一回いいですかね。スーッと。ちょっと見ててもらったらいい。この状態で、頭から入って飛んで、もうこの時に、で、しつこく持たれたら今度立てねえから、飛べる人の時にはもう持たなくていい。もうポンって当てるだけで、そこに乗って、もうこの時に、体を起こす。そのためにも頭をしっかり入れて、後ろ足はもう着地の足なんだ。着地じゃない、もう、これは立ち上がる足なんだと。もっとこっちを支えにしてもらっていいです。
で、頭から入って、後ろ足は、でもそんな感じ。でもそんな感じ。はいはいはい。今、ちょっとやっぱり、踏み足を後ろにこう、はいはいはい。逃がしてしまったので、はいその分もまあでもね、まあ私もね、早くなるとやっちゃってるかもしれないしね。この状態で、親指めがけて、で、そう。まあいきますね。よいしょ。まああとは、内田さんが言ってた通り、頑張りましょうしかなくてですね。はい。縦に入って、トントン、いい感じ。そう、いい感じ、いい感じ。はい。はい。いい感じ。はい。よし、いいです。よっ。慌てる必要はないです。とりあえず突っ込んできてもらったらいいです。立ち上がって、突っ込んできた時には外します。よいしょ。いやいや。大丈夫ですか？いや、でもそんな感じですよ。ずっとこれで道場中ね、執行でこの状態で遅いって言われながら、行ったり来たりやられてましたからね。はい、起き上がって向かっていくっていうのが大事。そうなんですよ。だから、稽古の時にはどれだけ早く次の体勢に入れるか、なんですよ。一本の感覚はないので、投げられました。もうパンパンの時にはもう向かっておきたい。だからこっちの方が遅れそうだ。そう、だから追い詰めていくというか。まあそれで昔は遅いしか言われなかったんですけどもね。立て遅いあと硬い立て遅い硬いこの3つしか昔は言われなかったからですね。細かい説明なんかなかったですから。早く柔らかくってことです。そうですね。その早く柔らかくは言われなかったです。ただ遅い硬い立てそればっかりです。頑張ります。すいませんでした。はい、動画も見ていただきましたけど、藤田さん、はい、いいのでしょう。僕はどうでしたか？徐々に良くなっていってますけども、とにかく稽古で数をこなしてください。はい、もうこれはもうあと数やるしかないですね。ちょっと撮影の後に少し稽古したんですけれども、少しまあやっぱり前回り受け身の延長基本ですね。はい。なんかこう飛ぼうとすればするほどドツボにはまっていくみたいな感じがあるので、まあきちんとこう前に回り受け身をなるべく柔らかく早くということですね。そうですね。で、まあ要はあくまで稽古ですから、相手の力やその方向を感じるっていう。飛ぶだけだったらそれはもう体操の人とかアクションやってる人の方が前に決まってるからですね。あと途中で先生が滞空時間が長いのもちょっとあまり良くないようなお話をされたんですけれども、低い方がいいみたいなところもあるんですか？高さはですね、兼ね合いなのでですね、投げてる人がどこにここで投げてるのかここで投げてるのかだから、それはむしろ投げる方の問題なんですけど、できるだけ早いこと反撃したいんでですね、あんまりここで長い時間演舞とかですね、もちろんその目的によってはあれなんですけどね、なんか演舞なんかだと本当にこうわーっと投げられてなんか優美だなっていうのを思ったりはするんですけど、まあ良し悪しは置いといて見せるのが主流なのか、本来はもう早いとこ体勢立て直してかかっていける準備をするっていうのがですね。なるほどですね。でもなるべく早く。そうですね。まあなんかやっぱ飛ぼうと思った結果、結局なんかこう間が抜けてるって言ったら悪いけど、やっぱり長い時間。はい。奥は深かったです。はい、ということで、今回は隅落としを頑張ってみました。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。